トップバッターは2011年放送の俺たちに翼はないを紹介するわ。原作は2009年にナベルから発売された18禁の恋愛アドベンチャーゲームで、俺つばという通称で知られているわ。いきなり18禁ゲームのアニメが来たか。本作は5つの物語によって構成されているという特徴を持っていて、それぞれの物語が複雑に絡み合いながら進行していって、最後に謎が明かされる、という展開になっているの。別々な物語が実は繋がっている。そういうの嫌いじゃないぜ。まあ、とは言っても主人公自体は同一人物なんだけどね。というと、作中ではそれぞれの物語の主人公は別人のように描かれているけど、実は本作の主人公は乖離性同一性障害を抱えた人物で、5つの物語は、同じ人物の別々の人格の物語となっているのよ。そんな設定だったのか。作劇上、主人公の見た目は物語ごとに大きく異なっているけど、これはあくまでイメージであり、作中の人物からは同じ人物に見えている、ということになっているわ。ある意味で、2000年代のアダルトゲームらしい設定かもしれないぜ。まあ、その辺の裏話はほどほどにしておいて、元がアダルトゲームということもあって、当然だけど作中には過激なシーンがあるわ。でも同じく当然のこととして、テレビ放送の際には規制が入ってしまい、下着やたわわが見える部分には、キープアウト、と書かれた帯が入り、モザイク的な目隠しがされてしまったわ。キープアウトとはまた斬新な。その他、一部の過激なシーンはカットされているし、音声すら、一部では、ピー音、が入れられてしまったわ。なかなかがっつり規制されてしまってるな。もちろん、その規制が解除された完全版もあって、目隠しやピー音もなくなり、過激なシーンもバッチリ見られるのよ。こちらは映像ソフト版でのみ視聴ができて、レンタル版でも同じ仕様で見ることができるようになってるの。スタやディスカス、などのサービスを使えばお手軽に視聴できるわね。この手のサービスには本当に助けられるぜ。通常版であれば、Unext や D アニメストアにて配信されているわ。2作品目は毎度恒例の僧侶枠から1作品。2024年放送の当て馬キャラの癖して、スパダリ王子に寵愛されています。タイトル投げよ。原作はコミックフェスタ、などで連載されているウェブ漫画作品で、異世界転生を扱った内容となっているわ。僧侶枠に選ばれるな漫画でも、異世界転生が流行ってるのか。物語としては、主人公はとある事故によって死亡した結果、金の王子と聖なる花嫁、という恋愛ファンタジー小説の世界に、当て馬キャラのロニールとして転生してしまうの。小説世界に転生。そういうのもあるのか。ロニールは作中のヒロインであるリリーに襲いかかったことから、あっさりと断罪されてしまうというキャラよ。ヒロインに襲いかかる。そんなロニールだけど、作中ではとある手違いによって、本来はリリーと結ばれるはずの王子アレクから、熱烈な寵愛を受けることになってしまうの。元の小説とは全く異なる展開になってしまい、ロニールは困惑しつつも、王子によるあれやこれによってトロトロにされてしまう。という展開よ。ちょっと待て、ロニールって男だよな？そうよ。本作は女性向けの BL 漫画が原作だからね。ボーイズラブ。僧侶枠ってしっかり女性にも配慮した作品を扱ってるから良いわよね。いいのかな？というわけで、本作ではロニールとアレクによる濃厚なアレがあったりして、毎回過激なシーンが挿入されていたわ。当然、僧侶枠らしくテレビ放送版ではそういうシーンは全てカットされて、スパダリ王子のさらなる寵愛は、プレミアム版で、という一枚絵が入っていたの。なんとキスシーンすらカットされていたというから、徹底してるわよね。男女の絡みだとキスシーンくらいは OK だったりするが、BL の場合はそれもアウトってことか。で、普段のプレミアム版については、1話あたりの尺が倍くらいになっていて、2分間ほどの超過激シーンが解禁されているわ。モザイク処理などもほとんどが解除されていて、それはもう見応えがあるものとなってるの。残念ながらアニメフェスタだけの独占配信となっているけどね。僧侶枠あるあるだぜ。通常版であれば、アベマや Unext などで配信されているわ。3作品目は2015年放送の下ネタという概念が存在しない退屈な世界よ。原作はガガガ文庫から刊行されていたライトノベルで、第6回小学館ライトノベル大賞ガガガ文庫部門で優秀賞を受賞した作品よ。下ネタがない。それは確かに退屈だ。タイトルから察せられる通りのコメディ作品となっていて、16年前に公序良俗健全育成法が成立したことによって、性的な言葉が使えなくなってしまった日本が舞台よ。なんて法律だ。主人公はかつて、下ネタ規制と戦った男を父に持つ奥間た吉という高校生で、彼はある時、痴漢冤罪になりかけていた3年生の合力来輝をかばったのだけど、
その際に、雪原の青、と名乗る下ネタテロリストに遭遇してしまうの。下ネタテロリストってなんだよ？その後、憧れの女性であるアンナ錦宮からの誘いによって、たぬきちは生徒会に所属することになり、そこで副会長を務める、過剰あやめとも親しくなっていくわ。ほう、ここはラブコメの波動を感じるぜ。ところがぎっちょん、なんとあやめの正体は雪原の青、その人であり、たぬきちは弱みを握られたことで強制的に下ネタテロ組織である、ソックスのメンバーにさせられてしまうのよ。そしてたぬきちは下ネタテロリストの一人として、法と秩序に対し戦いを挑むことになる。という展開になってるわね。どうひっくり返しても頭がおかしい内容なんだが？そうね、本作のアニメ化が発表された際には、正気を疑う声がかなり上がったそうよ。とにもかくにも、下品な下ネタばかりが連発される内容となっていて、原作の時点で、作者は病気、なんて言われる始末だったそうだしね。確かに、いろんな意味で嘘だろ？って言いたくなるぜ。当然ながら、テレビ放送の時は様々なところでピー音が入っているし、たわわやお尻が目隠しされて見えなくなる規制が施されていたわ。映像ソフト版では規制が大きく緩和されたけど、それでも全部解除されたわけじゃなく、一部のピー音は残ったままだったけどね。映像ソフト版ですら完全無修正にできなかったとは、恐ろしい話だぜ。こちらもレンタル版でも同じ仕様で、目隠しこそ外れているけど、やっぱり音声の規制は完全にはなくなっていなかったわね。それでも、どうせ見るならやっぱりこの規制緩和版がいいでしょうから、レンタルを利用してみるのが一番ね。本当、この内容をアニメ化したスタッフの勇気を称えたいぜ。通常版であれば、Hulu や Unext、D アニメストアなどで視聴できるわ。4作品目は2013年に1期、2018年に2期が放送された戦乱神楽よ。もともとはマーベラスエンターテイメントから発売された任天堂 3DS 用ゲームで、現代に生きる5人の忍者が悪と戦うというストーリーの学園アクション作品よ。忍者なんで。やかましい。それだけ聞けばスタイリッシュな忍者アクションが売りかと思うけど、実際のところ本作は爆乳ハイパーバトルと呼ばれるシリーズの一つで、各キャラのいわゆる揺れやコスチュームが破れる演出など、な要素で満ちたものとなっていたわ。そんな作品のアニメなんだから、期待に胸が膨らむってわけだ。一期の物語としては、忍者の育成機関である国立半蔵学院に在籍する、主人公のアスカをはじめとした5人の少女たちが、学院に対抗して設立された悪の忍者養成機関、非立ヘビ女子学園との戦いに巻き込まれていく。という内容ね。思った以上にとんでも設定だった。原作と流れは大体同じだけど、アニメではかなりアレンジが加えられていて、実質的にアニメオリジナルストーリーとなっていたわ。1期の時点でもなかなか攻めた内容となっていたけど、2期である東京妖魔編ではそれが大きくパワーアップしていたの。結果、テレビ放送版で謎の光によってたわわが隠されるなどして、せっかくの揺れも中途半端にしか見えなくなっていたのよ。おいおい、セールスポイントを隠しちゃダメだろ。もちろん、この規制は映像ソフト版で綺麗さっぱりなくなって、それはもう見事なたわわが拝めるようになっているわ。レンタル版でも変わらず視聴できるから、こちらもお手軽に見られるわね。せっかくそういう内容なんだから、無修正で見たいもんだぜ。本作は1期、2期ともに Unext や D アニメストアにて配信されているわ。5作品目は今回2作目の僧侶枠、2023年放送の夫婦交換戻れない夜を紹介するわ。内容はタイトルでお察しな感じだぜ。原作はメンズスクリーモにて配信されている漫画作品で、原作のタイトルは夫婦交換一度したら戻れない。夫よりすごい婚外セックスよ。伏せ字を使わないといけないくらい直球。この手の作品らしく、非常にシンプルでわかりやすいストーリーで、主人公の鈴川玲二とその妻であるかなでは、友人夫婦と共に温泉旅行に行くの。ちなみに鈴川夫婦は、この旅行には子作りが目的で来ていたわ。子作り。ところが、ことはそう簡単にはいかなかったわ。友人夫婦の妻の方、開放的な性格の三原明日香がすっかり寄ってしまい、玲二は部屋から連れ出されてしまったの。一方で夫の康介はかなり軽薄で浮気性な人物で、残された奏に言い寄ってくるのよ。ああ、もう展開が丸わかりだぜ。ちょっとここでは解説するのもはばかれるくらいのな展開になっていって、禁断のダブル不倫へと至っていく、という流れになっているわ。絵柄が比較的ライトだから多少緩和されてるが、これリアルに考えるとかなりドロドロなことになってるよな。もちろん、肝心のシーンはテレビ放送の際には黒いモザイクが入っていたり、シーンごとカットされていたわ。
僧侶枠作品の例に漏れず、アニメフェスタにプレミアム版が配信され、こちらでは黒いモザイクは消され、超過激なシーンが追加されていたの。単純にな作品とは違って、かなり背徳感の漂う内容だし、これは無修正版でぜひ見たいところだぜ。映像ソフト版でもこのプレミアム版と同じ仕様で視聴できるから、レンタル版を利用して手軽に見られるのは嬉しいところよね。余談だけど、本作には ASMR もあって、こちらもアニメフェスタの独占配信となってるわ。ASMR？ それも相当な内容なんだろうな。本作はテレビ放送版であれば、Unext や ABEMA、D アニメストアなどで視聴できるわよ。6作品目は2011年に1期、2013年に2期が放送された。僕は友達が少ない。よ。おいおいレイム、急に自己紹介してどうした？私はぼっちじゃない。原作は MF 文庫 J から刊行されたライトノベルで、略称としては、はがないが使われているわ。ひらがな部分だけを読んだのか。いわゆる残念系ヒロインという概念を確立させた作品として知られていて、2011年に最も売れたライトノベル作品となっているの。残念系ヒロイン。今じゃ定着化したジャンルだな。物語としては、転校初日から遅刻してしまった残念な主人公、長谷川小高が、とある出来事からなし崩し的に隣人部という部活に入り、そこで一癖も二癖もある部員たちと交流していくという流れになっているわ。隣人部？正式には同じ学校に通う仲間の良き隣人となり、誠心誠意、臨機応変に切磋琢磨する部。だけど、まあ、ぶっちゃけちゃうと友達作りを目的とした部となっているわ。それ、部活っていうのか？当初は小高とヒロインの三日月夜空の二人だけだったけど、やがて少しずつ残念な美少女たちが集まってくるの。残念でも美少女なら良いじゃないか。まあ、アニメだからそう思うのかもしれないけど、リアルだったらあまり関わりたくない種類の人間ばかり集まってくるからね。それでも、主人公の周りに女の子たちが集まるという、いわゆるハーレム系の展開で、ラブコメ要素も強く、やはりというかサービスカットもかなり豊富となっていたわ。ラブコメといえばサービスカットは当たり前だぜ。ただそれも、テレビ放送版では色々な箇所に謎の光による規制が入ってしまって、せっかくのヒロインたちのたわわが見えないなんてことも多かったの。でもこちらも、レンタルを含めた映像ソフト版では規制が解除されていて、謎の光は消えるし、一部シーンではアングルも変更されていたわ。逆に言えば、アングルにも規制が入ってたというところに恐怖を感じるぜ。ちなみに、本作は2014年に実写映画化もされているけど、残念ながら、評価はお察しくださいって感じになってるわ。そう言われると、逆に見てみたくなる不思議。本作も Unext や D アニメストアなどで配信されているわ。今回最後に紹介するのは、2021年に放送された世界最高の暗殺者、異世界貴族に転生する、よ。元は小説家になろう、に投稿されていたライトノベルで、書籍版が角川スニーカー文庫から刊行されているわ。ナロー系作品らしい、直球でわかりやすいタイトルだぜ。そうね、タイトル通り、世界最高の暗殺者と呼ばれていた男性が、高齢を理由に引退を決意し、最後の任務を終えたところ、組織の裏切りによって飛行機事故に見せかけて殺されてしまうの。こうとしてそうくにらる、ってやつだな。死後の世界で、彼は女神から異世界の勇者を暗殺してほしいと依頼を受けることになり、いくつかのスキルを身につけた上で、異世界の貴族ルーグとして転生するのよ。勇者を暗殺とは、穏やかじゃない話だぜ。女神によれば、勇者が魔王を討伐した後、狂気に陥って世界を滅ぼすとされていたの。それを止めるべく、ルーグは勇者が魔王を倒すまでの間に様々な準備を進めていき、その最中に知り合った少女たちと交流を深めていく。という物語よ。さすがは貴族、結局はハーレムってわけか。ちなみに本作の作者は、あの話題作である回復術師のやり直しの作者でもあるから、その時点でなんとなくお察しよね。あ、納得だぜ。作中ではヒロインたちによるサービスシーンが所々に盛り込まれていたわ。でもそれも、テレビ放送の際には黒い影や恋湯気によって隠されてしまったの。暗殺がテーマの作品なのに、グロ系じゃなくて、な方向で規制されてるのは草だぜ。こちらも例によって、映像ソフト版では規制が解除されていて、やはりレンタル版でも問題なく、無修正バージョンが楽しめるようになっているの。ヒロインたちのあれやこれな姿を見るなら、断然こっちがおすすめね。な要素も気になるが、実際に勇者を暗殺することになるのか、それも気になるぜ。アニメ版は原作の第一章を扱っていて、ルーグの幼少期から勇者誕生までの話となっているわ。2期の制作も決定しているから、原作2章や3章以降の話も映像化してくれると嬉しいわね。本作も Unext や D アニメストアなどで配信されているわ。
というわけで、無修正版のある本当にヤバいアニメの紹介は以上よ。どうだったマリサ？相変わらず、どれもこれもな内容で驚かされるぜ。そして相変わらず、僧侶枠は攻めた内容のアニメになってるな。そのうち、僧侶枠だけを集めた紹介動画をやってみてもいいかもしれないわね。あれ、YouTube 的に大丈夫か心配になるけどな。動画を見てくれたみんなも、他の無修正アニメについてコメントしてくれると嬉しいわ。その時はぜひ、チャンネル登録と高評価ボタンもよろしく頼むぜ。それでは、ご視聴ありがとうございました。